皆さんこんにちは。2024年最初のジャンボ宝くじであるバレンタインジャンボ宝くじを買わなかった 8.5 億当選バズーカです。いつ買おうか何枚買おうかを迷っていたらいつの間にか抽選日でした。真面目に悩んでいたつもりでしたが、忘れていたということは実際はかなり優先度が低かったのだと思います。皆さんの結果はいかがだったでしょうか。さて今回の動画は2月分の生活費についてです。前回の動画で出した1月の生活費は261万8933円でした。今話題の奨学金の返済を含んでいたのでかなり多くなっていました。奨学金の返済を含まなければ約62万円ですが、それでもかなりの支出です。詳細は後日しますが、なんと2月分の生活費は1月分をかなり上回っていました。このままの支出で生活していけるのでしょうか。とりあえず詳細を見ていきましょう。生活費の項目については前回と同じく住宅、光熱費、固定雑費を固定費として扱い、金額は表示の通りです。2月分に関しても変動する生活費として食費、娯楽、服飾、雑費、その他を算出し、過去分の生活費と比較していきたいと思います。その他は生活費とは別で計算してもいいかなと思う金額の大きい支出です。まず2月分の生活費の合計は397万3435円でした。おお、約400万円の支出ですね。しかし2月に関してはその他で280万円ほど計上しています。別の動画でも購入すると言っていましたが、妻の車の購入代金です。これがあると分かりづらくなるので抜いてしまいますね。車の購入代金を差し引くと117万3435円になります。これでもかなり大きい金額ですね。各項目を見ていきます。まずは食費です。2月分の食費は9万1374円でした。感覚が麻痺しているのでよくわかりませんが、少し高めだったなくらいかな。最近の物価高騰を考えるとそこまで高くはない感じはしますが、どうでしょうか。スーパーに行っても購入する商品が変わっているわけではないのに、毎回レジでびっくりしてしまいます。いい加減この物価に慣れないといけないと思いつつも、長い間同じような感覚で買い物をしてきているので、なかなか感覚を修正できずにいます。次に娯楽、服飾、雑費です。2月分の娯楽、服飾、雑費はなんと81万5815円でした。こちらは食費と比べるとかなり高いですね。しかし一見高く見えますが、高い買い物を引くと意外とそうでもないかもしれません。2月は妻の iPhone を購入しました。これが約20万円です。さらにディズニーランドの予約をしました。これは約24万円です。加えて車検があったので約13万円追加されています。これらの支出をマイナスすると約19万円になり、年末ジャンボ宝くじ当選前の12月と同水準くらいです。普段の生活はあまり変わっていませんが、高い買い物や旅行の予約をしたので高くなっているようです。今は物にもお金を使っていますが、この辺りの金銭感覚があまり変わらないまま旅行などにお金を使うというのはいい傾向かもしれません。これからどうなるかはわからないですけどね。それでは過去3ヶ月間の生活費と比較してみましょう。食費が意外と増えていないですね。これは1回1回の外食の単価は増えていますが、自炊の回数が増えているので相殺されて増えていないのだと思います。心の余裕が生まれて自炊の回数が増えるのはいいことです。
家で食べた方が子供の相手をするのも楽ですし、まあ子供は店で食べたいって言いますけどね。娯楽、服飾、雑費はかなり増えていますが、先ほども言った通り、高い買い物を除けば増えるどころか先月より減って、年末ジャンボ宝くじの当選前と同じ水準くらいになっています。子供服を買うのもなんだかんだユニクロとか西松屋ですし、体感でも生活水準が上がった感じはしていないです。まあでも高い買い物を含めての生活費ですので、全部含めるとこんな感じです。支出が順調に増えていっています。いやー、怖い怖い。高い買い物は今だけだと思っていますが、今後どうなることやら。ということで2月分の生活費でした。いかがだったでしょうか。毎月の支出額がどんどん増えていっています。年末ジャンボ宝くじが当選した直後でいろいろな買い物をしていますので、一時的に支出が増えているのだと思いたいです。さすがにこのペースで毎月の支出が増えると困ってしまいますからね。そういえばディズニーシーの新しい CM が流れ始めましたね。ファンタジースプリングスホテルに泊まってみたいですが、予約争奪戦に勝てる気がしないのでまだ様子見しています。ディズニーシーの新しいエリアについてはいろいろなところでキャンペーンに応募しているので、それに当選しないとしばらくは行かない気がしています。新しいエリアについてはお金でどうにかなるかもしれませんが、ホテルの予約争奪戦に関してはどうしようもないですね。いつ落ち着くかは分かりませんが、落ち着くまで待機したいと思います。次の生活費の動画についてですが、カードの支払いの確定日の都合で生活費の合計を出すのが遅くなっていますので、3月分の生活費は5月に出ると思います。とはいえ特別何もなければ毎回同じような動画になってしまうので困ったものです。運用結果と分けずに動画を出せばいいのかな。まあでも趣味みたいなものですし、難しいこと考えずに出しておけばいいという考え方もありますね。動画の構成についてはゆっくり考えようと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。